ちらの今撮影で使っておりますアクションカメラ戻ってきたんですけれども、随分と暗く夜間は映ると思うんですよね。このカメラかなり嬉しい仕様なんですよね。先ほど言いました雨の日ですとか雪の日ですとかというようなところでも音声の方防水ケースを使ってもしっかり撮れるので、はい、皆様こんにちは。本日はですね、帰ってきた、アクションカメラを使ってですね、撮影の方をしていきたいと思います。で、これ、かなりですね、暗く映ると思うんですけれども、そして、なぜこのアクションカメラが帰ってきたかと言いますと、以前は知人の手に一度渡りまして、しばらく使っていたらしいんですが、今回ですね、アクションカメラの方をその知人がですね、購入したらしいんですね。ということで、私が譲ったこちらの今撮影で使っておりますアクションカメラ、返しますということで、戻ってきたんですけれども、いや、そのまま使ってていいよとは言ったんですけども、いや、なんか申し訳ないからということで、戻ってきたわけですね。で、この戻ってきたカメラと言いますのは何かと言いますと、サフォーラ SF530 Pro というカメラなんですよね。で、ワイヤレスマイクが付属しているカメラで、ワイヤレスマイクの方は私結構気に入っていたものですから、知人もですね、どうやらそのワイヤレスカメラの方、ワイヤレスマイクの方気に入ったらしいんですが、で、購入したカメラもですね、ワイヤレスマイクの方を購入してどうやら使っているらしいんですよね。で、今回戻ってきましたので、今までに夜間の撮影というのをこのカメラでしたことがなかったものですから、どんな感じに映るのかなということで、走りに来たんですが、多分ですね、これ、あれですよね、随分と暗く夜間は映ると思うんですよね。日中でしたら、そこそこ、手ブレ補正をオフにいたしますと、まずまずな解像感で撮影してくれると思うんですけれども、それもですね、解像度は FHD もしくは 2.7K まで、そしてフレーム数は30フレームという制約というわけではないんですけれども、そのぐらいがいい感じで映ってくれるかなというふうに私自身感じているカメラなんですよね。4K はですね、撮影はできるんですけれども、多分 FHD からアップスケーリングしてあるであろうと思われるボケだったり荒かったりするような画質なので、それは 4K30 フレームもしくは 4K60 フレームどちらも同じような感じになるんですけれども、手ブレ補正をオンにするとですね、さらにちょっとひどくなりますのでそういうこともありまして、現在は 2.7K30 フレーム、手ブレ補正オフとして撮影の方をしております。どうでしょうかね。こんな感じで今、映っていると思うんですけれども、ちょっと今までちょっとラジオかかっておりましたので大丈夫なんでしょうか。これ著作権とかに触れるようなあれはなかったでしょうかね。正直ですね、手放すときにこのカメラの方をなんて言うんでしょうね、選択するのはちょっと迷ったんですよね。というのもですね、先ほど申し上げましたワイヤレスマイクの方がかなり気に入っておりましたので何が気に入っているかと言いますと、
ワイヤレスマイクの音声をですね、受信する、受信ユニットといいますか、そちらがですね、カメラの方に内蔵しておりますので、例えばですね、防水ケースに入れても、ワイヤレスマイクを使いますと音声が取れるんですよね。きっちりと。それがいいなと。ですから雨の日、雪の日というのは関係なくですね、この防水ケースの方を使いますとしっかり取れますので、そういう点がですね、お気に入りの部分ではあったんですよね。画質に関しましてはお安い中華アクションカメラならこのぐらいだろうというように高をくくっておりましたので購入してみてですね、やっぱりなというような感じで、その中で、なかなかいい感じで映ってくれるかなというのが先ほど言いました 2.7K もしくは FHD で30フレームで撮影した時なんですよね。ひとまずですね、こちらの手元に帰ってきましたので、これからですね、撮影をするにあたって、今回のこの SF530 Pro の方で撮影する機会も出てくるとは思うんですけれども、で、現在 Amazon などではですね、SF530 Pro の方はもう発売の方はされておりませんでしたね。同じ型番のですね、SF530 という品番で、MAX というのが発売されてましたね。発売されてましたねって言いますか、Amazon で売られてましたね。SF530 MAX というですね、商品が発売になったと思うんですけれども、何が違うんだろうと見ましたら、ワイヤレスマイクではなく外部マイクが付属になっていて、あとはですね、もしかしたら中の部品などが変わっているのかもしれないんですけれども、手ブレ補正がですね、例えば良くなっているですとか、あとは画質の方が向上しているですとかというのはもしかしたらあるかもしれませんが、その辺はですね、実際に購入して使っているわけではないのでちょっとわかんないんですよね。現在こちらの SF530 Pro ワイヤレスマイク付きというのはですね、ワイヤレスマイクが付属している中華アクションカメラ、しかもお安いというようなものというのはなかなかないですからね。ワイヤレスマイクが別売りになっているものとかというのはあるとは思うんですけれども、あとは外部マイクですね、普通の一般的なピンマイクなどはですね、付属になっていたり対応になっていたりするものはあると思うんですけれども、音声をあまり取らないお方でしたらそんなに気にされることはないとは思うんですけれども、私は音声を取るのでワイヤレスマイクは他のカメラでも比較的多く使ってますからね。そういう点ではこのカメラかなり嬉しい仕様なんですよね。このカメラが出たことによりまして他メーカーさんもですね、ワイヤレスマイクの方付属になってくる商品が追随してくるのではないかなと思っていたんですけれども期待していたんですけれどもなかったですね。私にとっては希少なカメラなので、これからですね、どのようにして使っていこうかなというところを考えておりまして、で、冬期間の間はですね、今年はちょっと違うカメラを使っていたんですけれども、庭を撮ってですね、雪の降雪量が降ったらですね、除雪にすぐ出れるように庭先を撮っていたりしたんですけれども、そういう使い方も冬期間の間ありかなというふうに思っていたりしますしね。あとは一般的な使い方になるとは思うんですけれども、とはいえですね、一般的な使い方になると
例えば今撮っています夜間撮影ですね。こういったような撮影は他のカメラの方が明るく撮れると思いますし、かつ、日中にですね、撮るといたしましても、多分このカメラよりも手ブレ補正を使った場合ですけれども、よく映ってくれるカメラというのはありますのでそう考えるとですね、なかなかに使う場所といいますか、使う機会といいますか、ちょっと限られてくるかなという気がしなくもないですけれどもね。ただ、やっぱりワイヤレスマイクという強みはありますので、そういった点ではですね、他の中華アクションカメラ使うときに、先ほど言いました雨の日ですとか、雪の日ですとか、というようなところでも、音声の方、防水ケースを使ってもしっかり撮れるので、そういう点ではですね、使えるかなというふうに思いますしね。特にですね、夏場、自転車で雨降りの日乗ることはないとは思うんですけども、原付バイクはですね、乗る時もありますし、あと走っている最中にですね、雨に当たってしまうということもありますので、そういう点では、防水ケースというのは心強いですからね。考え方といたしましては、どうしましょうかね。現在、バックカメラとして、ドラレコですけれども、使っているのは E4K というですね、いいテクノロジーから発売されていたカメラなんですけれども、それを広報用のドライブレコーダーとして使っていたんですが、こちらの方に切り替えるということもありかなという気がしなくもないんですけれどもね。ただ E4K の方が、GoPro のスーパービューみたいにですね、広く撮れますので、その点では E4K の方に軍配が上がるんですけれども、どこかちょっと原付バイクの方を加工いたしまして、フロントの方に目立たないように埋め込んで使うのもありなのかなという気がしなくもないですし、配線の方をちょっと加工いたしましたら、エンジンかけた時にですね、電源の方を入るようにいたしまして、そういう感じで使っていけば、常にですね、走っている最中は録画できますから、雨が降ってきましたね。見ていただいた通りですね、路面の方、雪がかなり溶けておりまして、しっかりとですね、アスファルト出ておりますので、これはかなり良さげな状態なんですけれども、ですから、自転車、これ、乗れそうといえば乗れそうですね。原付バイクも走れそうといえば走れそうですね。小道の方も、ちょっと走ってみましょうかね。この辺で曲がってみましょう。こちらも溶けてますね。自転車で走れないことはないですね。良さそうかな。いざとなればですね、自転車の場合は降りることができるので降りて押して歩くことができるので、そういう点では乗れるかな。あとは寒さ対策ですねそれさえしっかりしていれば問題なさそうかなという気がしますね。もしかするとですね、近いうち自転車の走行動画の方が上がるかもしれませんけれども、乗りたいっちゃ乗りたいんですよね。ただこういう風にですね、左側の方にまだ雪が結構山として残って
ていたりとかいたしますと、車道を走っているとですね、ちょっと、その雪山を避けるにあたって、右側に大きく膨らまなければならないというようなこともあるかもしれませんから、そういうのはですね、自転車に乗っていたら危ないかなと思いますし、あと雪解け時期ですから思いっきり泥水がかかってしまうということは大いに考えられますので、そういう点は注意しなければならないんですけどね。ひとまずですね、試し撮りということで来ましたけれども、本日はこの辺で動画の方終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。